まだもう一段の下落を見ておきたいので、184.2、183.5ぐらいまでの下落は視野に入れておいた方がいいと思います。上昇する場合は1時間足の GMMA の上に乗せてから、そこからの上昇の流れを見ておくと安全です。それではこの考えの根拠を見ていきましょう。おはようございます。たかしです。本日は8月19日土曜日、週末ですので、来週21日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。有料のノートを始めました。プライム投稿の一部を切り売りする形で配信しています。プライム投稿では情報量が多すぎるという方向けの配信です。お好きな通貨ペアを選んでご購読ください。詳細は概要欄をご覧ください。それではまずは日足からですね。昨日の日足は陰線なんですが、下髭も出ておりますので、比較的反発もあったのかなというふうには見えます。ただ、現在はこの緑のボックスを上抜けて、そしてそれまでですね、連続で陽線が出現しておりまして、そこからの調整の下落中ですので、もうちょっと調整をしてもいいのかなと思ってます。日足の GMMA との距離がまだもう少しあるのと、ストキャスティクスがまだ高値圏にありますので、もうちょっとこの過熱感を解消に動くと考えますので、もう少しじりじりと下げるか、もしくは現在地付近でのレンジですね。もしこの調整長引けば GMMA が上昇してくるぐらいまではかかる可能性がありますので、そうすると1週間ぐらいは現在地付近で揉み合う可能性があります。また値幅調整をするのであれば GMMA 付近までの下落、日柄調整をするのであれば現在地付近での揉み合いというそういう2パターンを考えておくのがいいですね。もし値幅調整をするのであれば GMMA 現在が182円ぐらいにありますので、そのあたりまでの下落っていうところは視野に入れておいた方がいいと思います。ただし値幅調整をするのか日柄調整をするのかはまだわかりませんので、現在地付近でレンジになるのであれば、そのレンジの中での動きを想定してトレードしていくといいでしょうし、値幅調整をするのであれば、この182円ぐらいまでの下落の流れっていうのもトレードしていけると思いますが、今は基本的に調整の下落ですので、この下落方向は難しい動きをしがちになりますので、その辺は注意が必要です。日足ではまだしばらくストキャスティクスのこの過熱感を解消するぐらいまでは調整をする可能性がありますので、その辺注目していきたいですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足は一旦 GMMA までの調整を終えました。ストキャスティクスも今安値圏からゴールデンクロスしてますので、ここから上昇していくということも考えられます。現在は直近の押し安値ですね。このあたり、8月16日水曜日のこの強い陽線が出ていたのが、このトレンドラインです。オレンジのトレンドラインの最後の押し安値になってきますが、そのあたりまでの下落をしてきて、そこからの反発上昇していけるのかどうかっていうところですね。ただ、このトレンドラインを下抜けてきてますので、もう少し深押しする可能性もあります。そして現在この安値、8月3日の木曜日から直近の最高値に引いたフィボナッチリトレースメントがあるんですが、その 23.6% で反発してきているんですね。ちょっと押しが浅い気もしますので、もう一段安っていうところで 184.169 というこの 38.2% のオレンジの点線、このあたりまでの下落は考えておきたい。だいたい 184.2 付近ですね。その付近まで下落してくればそこからの反発を考えておきたいんですが、今 GMMA 接触、そしてストキャスティクスは安値圏から上昇しておりますので、ここから上昇していく可能性も十分にあります。ただし先ほど言いましたように、日足のストキャスティクスの調整がまだ終えていないと考えてますので、もしここから上昇する場合も直近高値を上抜けるような大きな上昇になるという可能性ではなく、現在地付近での揉み合いですね。金曜日安値と木曜日高値での間での揉み合いになってくるのかなという考えです。もしその場合は値幅も比較的ありますので、トレードする余裕はあるとは思いますので、その場合は買い足、1時間足とか15分足でこの中での動きを想定してトレードしていくといいと思いますが、今はまだこのトレンドラインを割ってきてますので、もう一段安になる可能性も考えながらのトレードがいいと思います。このまま上昇したのであれば直近最高値の186円ぐらいまで、それ以上上昇していくっていうのは今はちょっと考えにくいのかなと思いますので、もしそこを超えてくればそこからの上昇の流れに乗っていけばいいと思いますし、基本的にはここでのレンジっていうのを想定しておく、もしくはもう一段安っていうところを考えておくのが良さそうです。
では、1時間足です。1時間足、ここ3層みたいに見えますよね。そして、現在はその右肩を作りに行っているのかなという雰囲気も感じます。左肩ですね。8月15日火曜日の高値っていうのが左肩になってきて、そこからてっぺんを作って、現在は右肩を作りに行っているのかなという風にも見えますので、週明けここからの下落には注意ですね。上昇を考える場合は、まずは GMMA の上に乗せてからがいいと思います。今はトレンドラインも下抜けてきてますので、下落トレンドが作られかけているんですね。GMMA を見ていただいてもわかりますが、今下向きになってきてますよね。ここを上抜けてくるとまたトレンドが変わっていくんですけれども、GMMA がまだ下向いている間っていうのは、売り圧力がかかりやすいですので、もう一段安というこの緑の矢印もイメージしておいた方がいいと思います。今は4時間足の GMMA がここに走ってまして、そして1時間足の GMMA がありますので、その間に挟まれる形になっているんですね。ですので、4時間足での買い勢力と1時間足での売り勢力っていうのが今拮抗しているところですので、ここでのレンジを抜けた方についていく。上抜けた場合はまずは GMMA でサポートされるのを待つのがいいと思います。1時間足の GMMA が今下向いてますので、それが上向いてくるタイミングですね。そこでサポートされて上昇していく。この黄色の矢印のイメージです。こんな動き方をしてくればそこからの上昇の流れに乗っていけばいいですし、今はこの下落トレンドを作っている途中ですので、この下落トレンド完成からのもう一段安っていうところでは 184.2 とか 183.5 ぐらいまでの下落は見ておきたい。ここはフィボナッチリトレースメントの 38.2% と 50% 付近になってきますので、そのあたりまでの下落は視野に入れておいた方がいいと思います。どちらにしましても今は4時間足の GMMA でサポートされて1時間足の GMMA にレジスタンスされるという分かりにくいところにありますので、ここでの揉み合いを終えてそこからのどちら向きに動くかっていう月曜日の初動ですね。もしかすると月曜日はこの中で揉み合いで終わるかもしれませんので、特に揉み合いっていうのは上抜け下抜けの騙しがよく発生しますので、その辺は注意ですね。しっかり抜けたのを確認してからの次の上昇の流れとか下落の流れに乗っていくのがいいですので、先ほど上昇の場合は言いましたけれども、しっかり GMMA でサポートされるのを待ってからっていうのを見ておくといいと思います。そして金曜日の安値を下抜けてくればそこからは184円とか 183.5 ぐらいまで下落すると考えますので、その辺の流れに乗っていく。ただし下落していけば次は日足単位での押し目買いが入ってきますので、その辺は注意ですね。今は日足の調整の下落中だっていうことはお忘れのないようにお願いします。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は、YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。